シェイシェイこんにちは、ちゃまです。普段は ACDC ラグのショップ店員として働いています。今日はお店で流行っているチャイナ服に合わせてチャイナメイクをしてみました。それではレッツスタート。まずはコンタクトレンズの紹介をします。ポニーパレット、サイズが 14.2mm のカラーはオリーブです。今日はチャイナメイクでオレンジをたくさん使うので、今日は緑っぽいカラコンを使ってみました。次に使ったのはキャンメイクのポアレスクリアプライマーの01番です。こちらの商品は化粧下地なんですけど、お花がテカったりするので、それを防止するために使いました。すごい透明なんですけど、ちょっと手の甲とかにのせてみるとキラキラしてて、すごく使いやすくてあんまりテカらなくなるので、すごいいいなと思って買いました。これを T ゾーンにつけていきます。次に使ったのはサンカットトーンアップ UV エッセンスです。これは日焼け止めなんですけど、私は下地として使ってます。もうこの時期からはもう日焼けがすごいので、これを下地代わりに使って日焼けを防止していきたいと思います。これは、顔と体用の日焼け止めなんで、顔以外にも体にも塗れるし、これ500円で買えるのでコスパもええかなと思います。次はコンシーラーです。使ったのはザ・セムの CP チップコンシーラーのナチュラルベージュです。クマとかニキビとか赤みのあるところにちょんちょんちょんと塗っていきます。これを使っている理由としては、いろんな YouTuber さんとかネットとかで口コミがすごく良くていいかなと思って使ってみると、本当にカバー力が良くて、私もこれはおすすめしています。次に使ったのはレブロンカラーステイ UV パウダーファンデーションオークル10番です。ファンデーションなんですけど、濃く塗ることがなく薄付きでカバーしてくれて、 UV パウダーなので日焼けの成分も入っているので、この夏おすすめしたいと思います。あと私最近マスクとか使うんですけど、マスクをしてても全然ファンデーションがマスクにつかないっていう点でもすごくおすすめしています。次はシェーディングです。使ったのはトゥークールフォアスクールのシェーディングです。これは韓国コスメになっていて、すごく最近ネットとかで人気の商品で、このシェーディングの濃い部分と真ん中の部分をこの筆で塗って、この生え際に塗っていきます。次は眉毛です。使ったのはキャンメイクナチュラルシフォンアイブロウの01番です。こちらのアイブロウの薄い部分をこの広いチップのとこで取って、眉毛の形を作っていきたいと思います。これはすごい描きやすいし、で薄い色と濃い色があるから髪色がちょっと暗い方とかにも合わせやすいかなと思います。はい、次に使ったのはチフレのアイブロウペンシルです。カラーは22番のブラウンになります。これでさっき描いた眉毛の描き足りてないところを描き足していきます。これで形を全体的に作って、今回はチャイナメイクなので割としっかりめに描いていきたいと思います。次に使ったのはキャンメイクのビューラーになります。こちらのビューラーでまつげをしっかりと掴んでギュッギュッギュッと上げていきます。次はアイメイクです。使ったのはバビメロのバレンタインボックスにピーチパレットになります。これは韓国のメイク商品なんですけど、薄いオレンジをアイホール全体に塗っていきます。オレンジでマットっぽい感じはあるんですけど、実はちょっとラメがついててめちゃくちゃ可愛いんで、すごく使いやすいです。次に使ったのは薄いオレンジベージュみたいな色を二重幅に塗っていきます。そんな全体的に塗らなくても大丈夫です。結構カラコンの目尻側のとこまで塗るだけでも全然大丈夫です。次に塗るのがこの赤色のアイシャドウになります。そのアイシャドウを目尻側に塗って
でここの三角ゾーンにも塗っていくんですけど、三角ゾーンの時はこのチップ、小さいチップでアイシャドウを取って塗るんですけど、その時に目をちょっと引っ張りながら塗るのが塗りやすいかなと思います。次に使ったのはケイトのダブルラインフェイカー LB の1番極薄ブラウンになります。これを二重幅のここの線に薄く描いていきます。描いた後にちょっと指でぼかしたりしていきます。引く長さは、二重幅の線よりちょっと長めに引いて、でちょっと指でポンポンポンとぼかすといい感じになってデカめ効果が得られます。次にまたアイシャドウに戻るんですけど、次に使ったのはこのオレンジ色のアイシャドウになります。これをさっき塗ったアイホールのところにこのオレンジのラメを塗っていきます。そうすることによってすごく目がキラキラしてて、こっちのオレンジがより輝くようになります。涙袋のところにもこのオレンジのアイシャドウを塗っていきます。次はアイライナーです。使ったのはUZのアイオープニングライナーブラウンリキッドアイライナーになります。これもすごく描きやすくてシュルシュルシュルって描けちゃうのでおすすめです。これを、目をちょっと引っ張りながらシューって描いていきます。私はあんまりがっつり描くことはしないので、結構カラコンの終わり目ぐらいからシュッて描いていきます。次は涙袋です。使ったのはケイトのダブルラインフェイカー LB の1番です。これを笑った時にできるこのぷっくりしてるところの線に合わせてこれを塗っていきます。このままにしておくと塗った感が出てしまうので、指や綿棒でぼかしていきます。次はマスカラです。使ったのはメイベリンラッシュニスタ N02 のブラウンです。このマスカラはブラウンなんですけど、すごく塗りやすくてまつげもすごく上がっておすすめです。これをジグザグジグザグ塗ってまつげを上げていきます。次はチークです。使ったのはキャンメイクパウダーチークス PW25 です。これのチークは、がっつりオレンジなんですけど、これを私はこっちのちっちゃいチップを使わずに大きい筆を使って取って、で平行に塗るのではなくちょっと斜めに塗っていきます。最後はリップになります。使ったのはリリーバイレッドの05番で、色がムードライヤーベルベットティントになります。これは韓国のリップで通販で見つけて可愛いと思って買ったんですけど、これはティントなんですけどめちゃくちゃマットでなんか大人っぽい感じも出せるし、チャイナメイクに合うかなと思って今回使わせていただきました。これをがっつり塗ると本当に真っ赤になっちゃうので、ちょっと唇の内側だけにちょんちょんちょんと塗って指でちょっとぼかしていく感じで、外側がちょっと薄付きになるぐらいがいいかなと思って今回そういう感じにしました。次は髪型です。髪型は今回チャイナメイクで服装もチャイナ、うちのお店の服なんですけどチャイナ服を着て、下がパンツなのでちょっと下ろしたりツインテールすると結構甘めな感じになっちゃうので、今回ポニーテールを、していきました。で、チャイナといったら中国といったらパンダなので、パンダのゴムをつけてみました。で髪の毛をポニーテールを束ねていない部分は、アイロンでしっかりちょっと巻いて、ちょっと内巻き気味に巻いていきます。前髪もちょっとくるっとするだけでちょっと印象変わるのでやってみました。チャイナメイク
ワンちゃんらスタッフさんに言わされたんですけど中国語で完成という意味です。はい、ポイントはチャイナメイクなのでちょっと日本人とちょっと離れてる感じのメイクにしたかったので、カラコンとかもちょっと緑にして、でオレンジ味をちょっと強くしてみたのがポイントです。そうですね、結構ブラウンでも多分合うと思うんですけど、ブラウン使うんだったらちょっと目の下をちょっと赤っぽくしたりとかした方がいいかなと思います。あんまりアイライナーは濃くしても大丈夫なんですけど、うちはあまり似合わないので目尻だけにしています。なんか結構アイラインがっつり引く方だったら結構目の世界とかやっても可愛いかなと思います。パンダが好きなんですよで中国といったらパンダなのでパンダをちょっと今回はつけています。お洋服が黒ですけど、はい、他の色もあるんですか？そうなんですよ、あるんですよ。ここの色が青と赤と白があって、であとここの黒のところが白でここが赤のやつもあるので、ぜひ皆さん買いに来てください。私は、Twitter、Instagram をやっていますので、ぜひ、フォローやリプを送ってください。で、私は常に ACDC ラグで働いていますので、夏休み行くよとか原宿にもし来られた方はぜひお店に遊びに来てください。お待ちしております。ぜひかわいいパティーンのチャンネル登録をよろしくお願いします。私の過去の動画もたくさん上がっていますので、ぜひ見てみてください。これからかわいいパティーンでは私の新しい動画が2本出ますので、皆さんぜひチェックしてみてください。ちゃまでした。バイバーイ。